視聴いただきありがとうございます。いざよいです。地図に書いてある思い出の湧き水というところまで来ました。あなたはこの湧き水で何をしますか？ A、B、C からお選びください。はい、では A をお選びの方、A の、思い出の湧き水を眺める方。メディスンウォール、コヨーテ、ヘビですね。ヘビとコヨーテ、ザ・コヨーテ。ハンタ、ザ・アースキーパー。スキーパーか。はい。A さんの忘れていた本心をまず4枚で出してみます。ちょっと続けて。A さんの忘れていた本心、思い出の湧き水を眺めるを選択した方。忘れていた本心なんですか？ナイト・オブ・エア、空を飛ぶこと。鳥のように空を飛ぶこと。わかりやすい。あ、空を飛ぶことですね。へえ。旅行、空を飛んで旅に出ることがあんまりできなかった。それに対して今で自分が自分にできることは何かありますか？それは後ほどのリーディングで対策を練るんですけど、ちょっと手すぎですね。これかな。ザ・バースト・オブ・マジック。あ、ワイドオープンだ。いい意味で周りの声を聞きすぎないということか。シャイニング。はい。はい。でももうちょっと出せそうなので、もうちょっと見てみます。はい。トゥーバース。お、すごい、ムーン。はい。何か縦ごとを引いてますね。ライアーのようなものを引いてますね。クイーン・オブ、なんだろうこれ。ミッシング、メッセンジャー・オブ・エア。メッセンジャー・オブ・エア。はい。では破いております。これちょっとなんでしょうね。鹿の神みたい。クイーン・オブ・ファイヤー。ああ、火の神様か。火の女神か。なるほど。火の女神と水の女神
空気の女神か。なるほど。はい。これ女神カードなんです。はい。では読み取ります。A の湧き水を眺める方は、比較的動物のカードが多く出ています。生き物を慈しむのがとても好きな方として展開されています。で、中でもこのコヨーテとこのヒョウのような猛禽類というか肉食動物が非常に印象深く出ています。あとは羽が非常に特徴的で、この羽がここにも出ていて、A さんの忘れていた本心の中に自由に空を飛んだり旅行をしたり水中にダイビングしたりという、そういうこれはなんだろうな、記憶力かな、サインなんだろう、これサンか、サンか、そうか、輝くか、思ったように輝いてこれなかったのかな、輝きたいんだけれどもですね。ここにご本人もいらっしゃるのに、周りの声に振り回されすぎていまいち自分の能力を発揮してこれなかったという状況が見えます。で、A さんは A さんなりにいろんなことを良かれと思ってちゃんと自分のためにいいことをやってきているんですけども、それが本来の自分の輝きではない部分の他の人から良しとされている姿で実現していたために、本当は飛びたかった、本当は旅行に行きたかった、本当は海の中を潜りたかった、いろんな希望がここに出ています。これ人間関係のようにも見えるんですけど、いろんな人のいろんな思惑があって、その中であなたは処世術として周りに合わせることを選んできたんですね。時間も調整して自分の、本当はできる人なのにあんまり鼻を高くしないように周りをよく見てうまくやるように、本当はここにクマが出ているのでクマのように力もあって鹿のように軽やかで本当は鳥のように飛べてという多彩な、才能をお持ちなんですけど、なかなかそれを皆様に披露する機会がなく、ずっとアンダーグラウンドといいますか、ちょっと影の存在になっていたというカードの展開があります。で、それはなぜかというと、周りの声をよく聞きすぎたというところがありますね。いい子で言い過ぎたのかもしれないです。で、ちょっとそれが、このカード、これ一緒なので、これムーンで、ちょっと箱の解説のカードと一緒なので、これが希望なんですけども、でここに火の女神様と、あなたはどちらかというと風のような空気のような、あんまり本来のあなた様はあんまり周りの声なんて聞こえないような感じの、これとこれが本来のあなたの姿を映しているとすると、本来はもうのびのびといろんなことを自由にやりたいような気持ちがすごくあるんですけども、厳格な家族構成なのか、そこにちょっと従わざるを得ないような状況があったのかなと思います。ただあなた自身にはすごくいろいろ可能性がありまして、本来すごい強い方なんですね。でその強さをぐっと押し込めて周りに合わせてきてしまったがために、ちょっと自由に旅行に行ったりなんだりしたいなという気持ちが、
抑え込まれている状況が出ています。で、次にどのようにすれば折り合いがついていくのかを引き続き、占わせていただきますので、お楽しみください。はい、ではちょっとスプレッドにはこだわらずに A さんの忘れていたはい、タワーが出ました。忘れていた悩みを忘れていた本心を見たとき、何をどうすればその本心がうまく表層の意識と統合できますでしょうか。ワンドのクイーン、タワーが最初に出ましたね。カップのクイーン、ワンドの10ですか。へえ。ザフール。少し愚か者になりなさいということか。聞き分けが良すぎるのかもしれないですね、ゆうさんね。周りの声にちょっと従順すぎるし、それを自分も分かっていらっしゃる。だから悩んでいて、それを見ないようにすることでうまくやってきた。ソードのクイーンばっかり。男の人が出てきませんね。ソードのクイーンとソードの10ですね。結構熾烈な争いがあったんですかね。ただその苦労も終わりますけどね。その周りに合わせていた自分と自分が一度ワンドのページ、はい。はい、わかりました。はい。はい。では読み取ります。はい、A さんは一度ちょっと、今までの周りに合わせて自分を抑えて生きてきて本心を見ないようにしていた状態で、本心に自分の本心が見えたときに、これ対策として見ると、その、周りに非常に従順だった A さんの生き方、それまでのやり方は一回終わります。一旦人生の節目になって、一旦それで気づいてきたものも一旦手放すような状況にあります。ただここに潤沢なペンタクルの9があって、ワンドのページも出ていて、A さんの生き方が少し変わります。愛情は豊かで、愛情もお金もあって、ここに初めて男の人が出てきてワンドのページなので、ワンドのクイーンに対してワンドのページが現れていて、非常にいい兆しが出ています。で、その周りに合わせていた
これ占いとして私が勝手に占いを発動させているんですけれども、今の悩みとこれは合ってるなと思う方に向けて見ていただくのがいいのかなとは思うんですけども、新しい A さんの生き方の形がここに現れています。でこのフールとこのカップの1、カップのエースとワンドが、はい、ちょっと、で、さらに1枚ちょっとだけ、はい、はい、はい、じゃあちょっと1枚、補足で、ちょっと1枚だけ、アドバイスカードとして、何を具体的にどういう動きをしたらいいものでしょうか。どういう、その本心を隠し続けるのがいいのか、それとも折り合いをつけていくのがいいのか。プロポーズの逆。ちょっとこれは制約取らないようにします。でもちょっと逆で出たんで、逆のまま、はい、逆のまま取りますか。はい。はい。ですので、もし A をお選びの方が、自分の本心をちょっと優先して、今までの周りに対して演じていた自分を降りて、自分の本心に従ってみたいという方がいらっしゃる場合、それに対するアドバイスカードを出させていただきました。で、プロポーズと出ましたので、こちらがすごい綺麗なカードで、なかなかいいカードだと私は好きなカードが出たなという感じがしますけど。プロポーズ I know that I am here to do。 はい、こちらを読ませていただきます。私は自分が何をするためにここにいるのか分かっています。あなたは一つの大きい目的のために地球に転生することを選びました。その目的とは、あなたが行うすべてにおいて愛を表現することです。この物質次元には障害物が多く、本来の目的から気をそらされたり、道を誤ったりするのはたやすいものです。はい。はい、地球での生活は意識的な注意を要求する義務に満ちていますが、だからといって優しさと思いやりを持って決断することができないわけではありません。あなたの人生の目的は職業とは別物です。というより、職業は目的によって導かれているのです。あなたの魂に響く活動は何ですか？あなたは何に喜びを感じますか？それこそがあなたの魂が指し示している方向です。はあ、なるほど。それが逆で出ているということは、だいぶ A をお選びの方は自分の本当の気持ちを隠し通してきたような、ずいぶん昔にそういう気持ちを置いてきてしまったようなところがあるんですね。ただ面白いのが、ここでワンドの10とソードの10が2枚出ていて、ここもクイーンクイーンが出ていて、クイーン3連チャンなんですね。とすると非常に、女系の、圧力というか、いい顔をいい子ちゃんでいようとして一生懸命やってきたんだと思うんですけども、もうその段階を経て、あなたの本来の生きる目的を思い出して、あんまりこういうところに煩わされないような、自分で立つようなことをちょっとこれも自分で作っていてなんですけど、これ金に見えますからね。黄金に見えます。ゴールドに見えます。これが今までよくて黄色橙なんですけど、これ
自分で作ってなんですけど、金色、ゴールドに見えるんですね。で、ここにもゴールドの線が入っているので、今までいぶし銀だったような状態からようやくもう金色になっていこうという時期に、黄金期に入ろうとしている様子が見て取れます。ですので、そこの助けになるのは、フールの心持ちですかね。物事を面白がって楽しむ気持ちと、ちょっと冒険をしてみるという愚か者の精神をちょっと呼び覚ますと、こちらにたどり着くんじゃないかなという展開ですね。このタワーはあんまり気にすることはなくて、ここの完成したものが一旦無に帰るような状態なので、これは恐ろしくはありません。物事の終わりは物事の始まりなので、終わって始まるところに今 A さんは来ていらっしゃいます。はい。非常に私はこのカード好きなカードです。とても綺麗で美しいので、私はいいなと思っているカードです。はい。では何か参考になれば幸いです。A さんのご活躍楽しみにしております。はい。では B をお選びの方、B の湧き水を触ってみる方。忘れていた本心は何でしょうか。どういう気持ちを忘れてしまいましたか。どういう気持ちが思い出されるんでしょうか。まず最初に湧き水の思い出の湧き水に関しての忘れていた本心の状態を見させていただいて、後ほど対策ですとか折り合いのつけ方について別途占います。占わせていただきます。ウロボロスですね。コンピレーション2枚か。9番ですね。このウロボロス目がちょっと半閉じになってますね。はい。ロワーワールド。おっと、はい。ウィットネス。ちょっと2枚です。鹿の、なんか目が、プロビデンスの目のような、ホルスかな。ホルスの目かな。目アロー。これじゃなくてこれですね。アースキーパーよく出ますね。この人は出たがりなカードさんですね。18番。よく出ますね。アースキーパー。出たがりさんですね。もう出ない感じがするけど。もう出ないな。いや、なんか目な感じするんだな。目ですね。目ですね。忘れていた本心 B の湧き水に触ってみる方の忘れていた本心は何でしょうか。どういったはい。聖地ですね、今度。これも怪しいですね。タワー。へえ、タワーの逆位置。メッセンジャー・オブ・エア、空気のメッセンジャー。風の神様。いい出方ですね。ファイブ・オブ・ファイヤー。ファイブ・オブ・ファイヤー。へえ。ファイブ・オブ・ファイヤー。はい。
B の触ってみる方。B をお選びの方はチャーミングな方ですね。とてもチャーミングなところが出ています。ウロボロスがチャーミングかというとなんともちょっとそれはあれですけど、チャーミングなんですけどちょっとシャーマンチックなところがあります。洞察力がものすごくある方ですね。鋭い千里眼ではないんですけど、先見の明とか物事を見極める力がすごく高い方ですね。この方は別に忘れていた本心、子供おっと出ませんね。はい、出ませんね。出ませんか。B をお選びの方を出ました。やっぱりこれか。すごい、さっきも出た。ザ・クロー、カラス。はい。ウォーター、はい。アメフラシの方ですね。目だな、お目目だな。忘れていた本心。丸いですね、全部。丸いです。丸い。なんだろう。全部丸だ。B をお選びの方、触ってみる方、どういう気持ちを。はい。おっと。雑誌や。なんだ。もっと断罪さんの。全部目が見えない。視力、私もそうですけど、目ちょっと一旦読み取ります。これ B をお選びの方、まず印象だけ全部丸いです。これも丸で、丸いものというと目がここに、プロビデンスの目がここに光っていて、この方は両目をはっきり開いています。で、この方は両目を閉じていて、この人もちょっと目隠しされているような状態で、手探りで何かを行っています。これも目というか丸いんですね。卵子ですとか、卵子にも見えます。子供が欲しい、女の子が欲しかったとかそういうことかな。女の子が欲しい。お子様を授かりたかったとか、お子様を育てたかった。もしくはお孫ちゃんが欲しかったとか、いろいろあるんでしょうね、これね。ただちょっと人の誕生に対するここがちょっとそんな感じに見えるので、そのお子様の可能性がありますね。で、ただこのウロボロスが左右方角360度全部抜かりなくという感じで、 B さんは忘れていた本心というよりは、もう意外といろんなところを旅して回り、でタワーも逆位置なんですけど、あんまりそんなにショッキングなような、
生活の荒波もそこまではなくて、割と淡々とひょうひょうと生きてきたような状況があります。その中で、ちょっとうまくいきすぎて、ちょっとお子様ですとか子供を授かるという暇というか、暇ではないですね。お子様を授かるチャンスがちょっとなかったのかもしれなくて、でもそれは宇宙の采配なので別に B さんが決めることでもないんですけど、でこれからのこの地球で生きていくためにはやっぱりちょっと人口が多すぎて、宇宙の方で、これ以上の許容範囲超えてますよというアースキーパーがおっしゃっているように、ちょっとそこを加味して自然に今は数が抑えられているというふうに見ればいいんですけど、ちょっとそこに後悔のような部分があります。で、ここにレインボーが出ていて、ここが急に急いでいるのがちょっと気になります。これだけちょっと解説書を見させていただいて、まだ間に合うかな。本質、これがちょっとわからない、虹は真の霊的な道における7つの段階を象徴し、それが7つのチャクラの色として現れています。ヒマラヤでは虹の体こそ私たちの本質を完全に実現した姿とされています。また虹は物質界と霊界をつなぐ架け橋を表します。私たちは人生を終えると虹の橋を渡って最も高い天の領域へ移行していけるのです。虹が出たらそれは何もかもうまくいっています。あなたは精霊と正しい関係にありますというサインです。求められる行動。虹は嵐の終わりが近いことを告げています。耐えてください。そして夜明け前が一番暗いことを思い出しましょう。希望を失わずにいれば状況はもうすぐ好転します。耳を澄ましてまだ闇が濃いうちに夜明けの到来を告げるオス鶏の声を待ちましょう。でもまだ勝利を宣言したり警戒心を完全に緩めたりしてはなりませんだそうです。ちょっと印象的なカードですね。なるほど、まだ暗中模索にいるんですね。まだわからないという感じがします。勝負はまだわからない。凍結卵子ですとかいろんな方法があって不妊治療を試みることもできるかもしれません。ただちょっとずっと目をつむっているのがちょっと気になります。これがなんでなのか。なんでなんでしょうね、これ。これ B をお選びの方。そういうことか。目があんまりよろしくないので、感覚が鋭い方、指先の感覚が鋭い。私もそうなんですけど、指先の感覚がとても鋭いですね。なるほど。だから手が出るんだ。ですね。感覚、手探りですね。すごい。手探り、そうですね。手仕事。これ同じカードですか？同じ。すごい。ムーン。大アルカナのムーンですね。いざよいのムーンですね。はい。月、錯覚。なるほど。はい。こちらを、私は目に見えない領域でのスピリットの働きを見ることはできませんが、密かに素晴らしい活動が行われていることを知っています。神秘を信じ、物質的な領域とは錯覚であると覚えておくことが大切です。現在の状況は今起きている真実を本当に反映しているとは限りません。
素晴らしいチャンスは影に潜んでいて、明るみに出るにふさわしい時を待っています。はあ、これ私好みで言ってしまって非常に漠然としているんですけど、私今までのリーディングでこの展開がとても好きな感じがします。なんとなくすごく好きな展開です。で、このカードと、ここの3枚のカードが非常にB さんを表しているように私は思います。風のように爽やかで、あんまり物事に執着しないような部分をお持ちで、水のように変幻自在で、かつライヤーという盾事のようなものを月に座って奏でているので、非常に吟遊詩人のような風情のある方にお見受けします。で、非常にスピリチュアルで、いろいろそういう周りから物質ですね、子供も言ってしまえば物質、人間も物質なんですけど、なんかその中で非常に独特なポジションにいらっしゃるというか、いろんな怖いこともあったけれども、これまで手探りでなんとかやってきて、怖いような思いもしたんですけど、それに屈することもなく自分を守ってここまでやってきたんですけども、非常にいいカードが出ました。これ強いカードで綺麗なカードですね。私はすごく今回の展開は好きな展開ですね。これ個人的になんかいい展開が来ています。ちょっとしまうの惜しいぐらいな好きな並びが出ています。この人もちょっとなんでしょうかね。この方ちょっと45番。預言者。はあ、この預言者だそうです。人生の細々とした明白な事柄の先にある隠された領域にまで手を伸ばし、探っていく能力を示します。それは鋭い洞察力を持つ者だけに情報が与えられる場所です。あ、このシンボルはサイキックな知覚と直感力、そして予備知識なしに物事を見る力を表します。預言者は真実を見分け、常に全てを優先して真実を求め、価値判断を交えずにありのままの現実を捉えています。あ、わかりました。ちょっと物語要素を絡めて B さんをちょっと見させていただきますと、B さんはこの思い出の湧き水において、ちょっとこれから先重大なことを、見ることができます。B さんが見るんですね。B さんはこれからこの、旅を続けていく上で、この湧き水で、ちょっと思い出の湧き水触ってみて、それをよく、感じて、だから手ですね。その水を手で感じてみることですね。これ、手で感じてますね。そうすると B さんの、第三の目は内側のものなので、タフティの三つ編みは外側の力を動かす作用だとすると、第三の目は内側の部分を発動させるスイッチであるとするならばですね、水に映った水鏡ですね。B さんに出るんだ。なるほど。B さん、この湧き水に映ってる水鏡をちょっとよく見てみてください。心を澄まして、心の目で見てください。そうしますと、この先の旅のヒントが見えてきます。で、これが B さんのこれから先進む道を示してくれます。子供云々も読めますし、そのウロボロスがちょっとあまりにも
印象的すぎて最初に出たカードなので、これあれですね、コンパスをお持ちの方かもしれないですね。気球に乗っていく人、まだコンパス持ってるとすると、ウロボロスもコンパスだとすると、ああ、気球に乗ってる人が最初なのか。すごいな。そっか、触ってみる方に水鏡ですね。ああ、心の目でこの湧き水に向き合ってみましょう。そうすると先が見えてきます。はい、で次に、対策について簡単に占わせていただきますので、引き続きお楽しみください。はい、では B をお選びの方、B の湧き水を触ってみる方の本心に対する、向き合い方、もしくは自分の忘れていた本心と向き合った方がいいのか、どのように折り合いをつけていくのか、それに従った方がいいのか、対策を教えてください。おっと、これはちょっとカップの4、カップの4、はい、ソードの6、ハンドの8、ハイアルカナがストレングスだけですね。折り合いをつけましょうですね。本心に従うというよりは、少し折り合いをつけた方が良さそうですね。デビルと8が2つ出た。これは印象的だ。あ、デビル。これちょっと今気になったんですけど、この並びでなんでカップの4とソードの6、ちょっとデビルが出ましたね。悪縁がある。ワンドの8、ペンタクルの8で悪くないんですけどね。ワンドの9。ビスさんはすごくお忙しい方。でもペンタクルの1だ。稼ぎもあるけどめちゃめちゃ忙しい方ですかね。で、力もあって自分の本心と折り合いがついてるんですけど、ちょっと悪魔が出てきてるのが気になりますね。これちょっと間違って。そう、デビル。今回はスプレッド関係なくちょっと見てみます。自分が分かりやすいようにちょっと展開してみます。フールか。ちょっとさらに1枚だけ。いいよ、お選びの方の湧き水を触ってみる方、本心との向き合い方、チェンジ。チェンジ。マインドチェンジ。はい、チェンジですか。変化。はい。こちらですね。動かずして成長、進化できるものは何もないことを私は理解しています。意外性のない人生という考え方には、ある種の心地よさがあります。現状維持には魅力はありますが、周囲の状況が同じままだと学びも成長もありません。誰もがより良い生活を願っていますが、そのためには変化が必要です。無数の変化のチャンスがあるゆえに、あなたは地球というこの物質次元に生まれることを選びました。そのチャンスを活用しないなら何の意味があるでしょうか。自分の安全地帯にとどまることが過大評価されています。変化とともに変容が起こり、変容とともに変化が起こるのです。進化か。変化を良いとか悪いとか考えないことです。変化。なるほど。
ちょっともう一つ、こちらの、ちょっとだけ乾物を見させてください。そうだね。ソードの6。はい。あ、偉いね、今日は静かに。はい。4。わかりました。はい。わかりました。はい。チェンジ、はい。わかりました。B をお選びの方。はい。B をお選びの方に変化が訪れようとしています。ここに神様からのギフトが届いていて、でこのギフトってあんまりいいものでもなくて、困難ですとか、ちょっとこう気乗りしないお誘いですね。が来ています。で、それに対して、ちょっとコードの6が出ていて、コードの6。はい。で、こちらが、その気乗りのしないお誘いがあって、で、これソードの6で安全なところに避難するということで、調和を表しています。その気乗りしない変化というものが、実は B をお選びの方に調和をもたらすような暗示が出ています。で、ここにデビルが出ていて、どうしてこういう流れでここにデビルが出てくるのか。フールがあってペンタクルの8。ここにちょっと忙しさが出ているんですね。すごくこう忙しくて仕方がないというものが出ていて、それがカップの4。新しいやり方を受け入れる必要があるのかもしれません。それがあなたにとってのペンタクルの1というか、アナログでやってきたことをちょっとデジタルですとか、少し今までのやり方を変えてみるという提案が出ています。それがちょっとここのチェンジにここからつながっているように見えます。で、B さんは自分を制する気持ちがすごく強くて、自分をコントロールするのが非常に上手なようです。で、ここにちょっとフールがあって、ここにもデビルがあるんですけど、この自分にコントロールが効きすぎるがあまり、ちょっとやっぱこう頭に来たりこうやってられるかというような部分が、私もそうですけど、あんまりこんなもんやってられるかというような部分もちょっとあるのかなという。で、この部分はちょっとうまいことやり方を変えて見る必要がありそうですね。で、変化を受け入れないということではなくって、変化をしたいし、いろんなやり方があるのになかなかそれを変更することができず、旧体制のままでちょっと苦しんでいる状態が出ています。もう変化できるんですけど、ちょっとこのあまりにも忙しすぎるがために、そこを改善するエネルギーがここにないんですね。やはりどうしても社内ですとかいろんな組織のシステムってそう簡単には変わりませんし、変わったところで楽になるとも限らないので、ただそのシステム上というよりは何か考え方、マインドを更新していく、アップデートしていくと楽になる可能性があります。そうするとここのデビル、ちょっともう一枚ここにもらいます。このデビルが何かちょっと融通を聞かせる。本心に忘れていた本心ではなくて、もう忘れていた本心すらもう忘れてしまうぐらい忙しかったみたいですね。非常に多忙ですね。多忙が出てます。多忙だわ、人脈はあるわ。
まあちょっとあれですね。B さん成功者ですね。B さん何の忙しさですね、とにかく。忙しさの部分が本心というよりはもう、本心何それみたいな感じですね。本心に従って生きてきてはいるけれども、子供うんぬん、水鏡ですね。これも水鏡ですね。B さんはもう鍛錬がすごいので、築き上げてきたものもなかなかすごいんですけど、ここで B さん、やっぱ水鏡で何か見ますね。この先、その湧き水に映るものをちょっと注意深く見ていただいて、B さんはそれを見る資格があります。ぜひちょっとこの旅で、ちょっと神秘的な役割を担っていただけると非常にありがたく思っています。ちょっとその湧き水に映る風景をゆっくり眺めてみるといいかもしれません。もちろん触ってみて波紋を起こすということも大事ですし、その水をすくってそれでちょっと世界を見てみるということをぜひ試してみてください。ちょっと漠然としたメッセージですけど、そのように出ましたので、B さんのご活躍楽しみにしております。ご視聴ありがとうございます。はい、では C をお選びの方、魔法の杖をかざす方、思い出の湧き水に来ました。魔法の杖をかざしてみましょう。はい、ライトニング。の渦巻き。ジャガ。忘れていた本心というより、全然忘れてない本心が出ています。すごく C さんの中で忘れていた本心というのが主張してますね。忘れてなんていないぞっていう感じがします。ある。突き抜けてますね。こちらと見せかけて、こちらです。サークル。サークル。手形。魔法の杖をかざす方。プール。無邪気な。すごい出方ですね。ワールド。へえ。プールにワールド。なんか丸いですね。C さんも丸いです。丸いもの。こちらと見せかけて。こちらですね。ジャスティス。ジャスティス。エイトバース。バイオリン。埋もれている才能かな。眠っている才能。何か楽器をなさってたのかな。音を奏でること。弓矢。ハイ
レステス。こんな強固。忘れている本心。強めですね。おっと、すごい出方。忘れてなんていないぞという出方ですね。トゥーオブエア。なんか C さんかっこいいですね。踊りか何かなさってたのかな。踊りでもないな。なんか独特ですね。強め。はい、パティエンス。パティエンス。綺麗なカードですね。パティエンス。隠れていた本心。情熱家ですね。トゥーオブウォーター。トゥーオブウォーター。あ、楽器ですね、やっぱり。フォーオブファイヤー。へえ。音楽の何か。歌ったり踊ったりですか。あ、歌ったり踊ったり。ファイブオブエアー。歌ったり踊ったりか。ですね。はい。では読み取ります。これちょっと光ってて見えないんですけど、こういう感じです。はい。では、思い出の湧き水に魔法の杖をかざす方の忘れていた本心。C をお選びの方は、忘れていたジャスティス、ワールド。これなんでしょうね。ここに鍵穴が。楽器ですね。やっぱ何かをこう吹いたり、ラッパを吹いたり、バイオリンに木の根っこが貼ってあって、そこからペンタクルのようなお金が。楽器や音楽を奏でる。これもなんか横笛を吹いてます。楽器や音楽、踊りを踊ったり、踊ってますね。お祭りにも見えますね、ここの。提灯にも見えるので。何かお祭りに合わせて踊るですとか。でもただ、バイオリンが出てるので、楽器ですね。何か音楽を奏でることを、なりわいとしたかったような気持ちが強くあります。で、C さんの場合は忘れていたというよりはまだくすぶっている気持ちが強く残っています。で、これ魔法の杖をかざすことによって、これ多分魔法の杖をかざすことで、その気持ちがさらにまた強まってきています。でも自分の中でちょっとそこの気持ちにすごい待ったをかけているものがあって、これが C さんのジャスティスで、世の中に対して、ワールドも出ていて、世の中に対して自分は真っ当でなければならないという厳しい自分がいらっしゃいます。ハイプレステスもそうなんですけども、自分を律して音楽をやってることが自分を律していないということではなくて、なんか歌ったり踊ったりすることは悪いことである、正しくないことであるという厳しい自分の内面が出ています。で、ここでこの方が私の心の中にそういうものが、そういう気持ちがあって、で、ここに時計が、これ面白いカードで、この方のここに時計があるんですね、胸のところに。
胸の見えますかね、ここに胸のところに時計があって、音楽ってハートで演奏するので、私の人生の時間には限りがあるけれど、その限られた人生の中でやりたかった歌ったり踊ったりする時間が、残された時間がどれぐらいあるのかしらという気持ちも少しあるようです。ただその心の中にうずいているそういう気持ちはまだ生きていて、全くなくなってしまったわけではなく、ずっと C さんの心の中で消えずに、逆に豊かな源泉となって、本当湧き水のようにまだ C さんの中に美しい状態で湧いています。でこれも世の中に出すことによって磨かれていく、そういう才能ですとか資質もあれば、表に出さないことによってある程度豊かになる場合も私はあると思っていて、人に見せればもちろん洗練はされていくんですけど、人に見せないことによってそれはそれでいい状態に発酵されるような気がしています。なのでその気持ちは C さんの中できちんとまだ可愛らしい金魚のように生き生きと生きています。いつかやりたいんだけどなというのがすごくこの展開されたカードからいつかやりたいんだけどでこの人がちょっと厳格すぎるみたいで、もう少し表現をしたいなという気持ちが全体的に出ているようです。でどのようにその感情を忘れている本心と向き合ってどう対策していって、どういうふうに行動したらいいかを次の占いで見させていただきますので、引き続きお楽しみください。はい、では C の魔法の杖をかざす方、隠れている忘れていた本心に対してどのように対処すればよいでしょうか。どのようなちょっとこれは、スプレッドは関係なく自分が分かるようにちょっとやってみます。読みやすいように読みます。どのように対処しますか。想像のない。その気持ちとどのように折り合いをつけた方がいいのか、それともその本心を生かして何か忘れていた本心だから向き合ったらいいのか、うまく活用したらいいのか、本心の言うままに動いたらいいのか、対策を教えてください。はい、スターか。ソードの9か。ペンタクルのキング。ちょっとご飯が炊けました。出ませんね。ハイプレスです。
女教皇が目をつぶって結果になってます。おー、ペンタクルの10。あ、違う、ペンタクルじゃない。カップの10。あれ、なんか折り合いをつける本心。ソードの9、10と連番で出ましたね。ソードの10。ソードの9、10か。あ、ワールド。ワールド2枚出ましたね。本編でもワールド1枚出てるし。あれちょっと、これ。C をお選びの方、ちょっと、本心に従った方がうまくいくかもしれませんよ。これちょっとここにワールドが出てまして、ワールド最初の本編でもワールドが出ていて、あれタロットカードなので同じ意味合いですね。ソードのページ。ザ・ハイプレステスもさっき出たんですけど、それがちょっとこのカードだと目をつぶっているんですね。なのであなたの中の厳格な気持ちを少し緩めてあげて、本心の部分を少し出してみてあげると、パースバランス、はい。粘り強さ。はい。こちら粘り強さです。私はやろうと心に決めたことは何でも成し遂げられることを知っています。一つの魂としてあなたはこの物質次元で使命を担っています。行くべき道を知っているのはあなただけです。あなたの直感、すなわちスピリットとのつながりがコンパスの役目を果たします。あなたには最後までやり遂げる力があり、自分で思っているよりあなたはずっと強くて毅然としています。人生で多くの成功体験を得るにはあなたは十分に成長して心の強さと内なる勇気という資質を認識しなければなりません。失敗を恐れてやっていなかった活動に取り組んでください。魂が切に望む楽しい暮らしを送り、やってみたいことにトライしましょう。不屈の精神があります。だそうです。これ、なんでしょうね。私がこう、希望するような展開になっているというか、C をお選びの方は魔法の杖をちゃんと作って、でその魔法の杖を使って思い出の湧き水にその魔法の杖を当ててみたところ、自分が忘れていた本心が浮かび上がってきたんですけど、それは全然忘れたものではなくて、ずっと心の中に眠っていた、やりたい、これを実現したいという、きちんと今も生きている感情で、それを今までものすごいこう厳重なこのハイプレステスが押し込めていたんですけど、あなたの中でその火は消えずに、その豊かさは今もたくさんこう心の中に満ちています。で、その満ちているやりたい気持ちですとか実際の行動をここでスターが両手からこう水をお外にこう出しているので、それを少し世の中に出してみてもいいのかもしれません。この抑圧していた感情を少し表にこう出して、私はこれをやりたいとかこういうふうにしてみたいという、こう今までやってみたかった活動をやってみる、ちょっと実験でもいいので少しだけお外に出してみると、ここにワールドが出てまして、非常にこういいんですよね。で、結果もワールドでも結果として素晴らしいし、カップの10なんて本当に何の疑いもなく
豊かさが手に入ってますので、でペンタクルのキングもこう出てて、でこの矛先がちょっとここのペンタクルのキングに向かっているのがちょっと気になるので、これなんでここ向かってますかね。なんで敵意みたいなものがペンタクルのキングに向かってますか。これですね。あなたがまだワンドだから、ワンドのナイトだから、でもペンタクルソードのページだけどな。ワンドのナイト、ワンドのナイト、ワンドのナイトだから、情熱か。なるほど。情熱、ちょっと待ってよ。ソードの、そうか。失礼しました。私ちょっと今絵柄に引っ張られすぎてました。ソードの9って悩みですよね。悩みがあって眠れないぐらいの悩みを抱えている、ちょっとうつというか、塞ぎ込んでるような状態のカードですね、9はね。とすると、その自分のやりたいことを抑え込みすぎて、そのジレンマがお外に敵意として自由に、例えば自分のやりたいことをやり遂げてお金持ちになっていたり、自分のやりたいことを実現している人に対する恨みつらみになっている可能性があるんですね。でそれを表に出さないようにするために自分と戦っていて、それがちょっとこう借金とここで出ている成功している人に対する憎しみのような形でここに現れています。でもそれを表に見せるわけではなく、自分の中でそれは収めているので苦しんでいる状態がここに出ています。でもその矛先を収めてですね、それはその自分を苦しめている自分自身の、そのやりたいことをちょっとやらせてあげればいいんじゃない自分にというように、そのあまりにも厳しすぎる心の中にいる女帝2枚出てるんで、その自分自身を律する気持ち、もしくは自分自身を厳しく断罪する気持ちそのものにその矛先を向けることによって、少しその、圧力を弱めてあげると、こちらのここまであなた様の現状だとすると、これがその後自分の好きなことを表現する、やりたいことをやってみたときにこちらになるんですね。なのでここで一旦その厳しすぎた自分の中の制約を取って、ちょっと取るというか、この矛先を他者に対するネガティブな感情に向けるのではなくって、自分の中の許可を出すためにちょっと引っ込めて、本当の問題はそこかと気づいてあげるというか、それをやると、あなたはすごくそのやりたいことによってうまくいくんですね。これびっくりするぐらいうまくいくんですよ、これ。私も自分で自分を占った時にこの結果が出たらちょっとすごいやれるじゃんって思うような、ここでちゃんとうまくいくんだからと自分を信じられるようになるし、自分に自信がついてくるという結果が出ています。魔法の杖を作ってそれを湧き水に当てるという行為も結構なんでしょうね、ちゃんとやってるんで、物語の中ですらちゃんとその物語を楽しんでいけてるんで、多分ご自身の本心にも従ってあげるとすごく素直にうまくいくんだと思います。
C さんはすごく本来とても素直なものをお持ち、素直な気持ちを持っているので、世の中に合わせすぎたことによって、そのいい素直さがちょっと見えなくなっているようです。ですので C さん、本心に従って何かやってみたらとてもうまくいく結果が出ました。C さんのご活躍楽しみにしております。いいと思います。私はこの展開はすごく羨ましいくらいです。はい、ではご活躍楽しみにしております。本日使用したカードはこちらの5点です。最後までご視聴いただきありがとうございます。いいねやチャンネル登録、高評価、大変励みになっております。いつもありがとうございます。